皆さん、こんにちは。日本語教師の鈴鹿です。鈴鹿の日本語ポッドキャストへようこそ。私のポッドキャストでは、いろんな話題で話しながら、教科書には載っていないリアルな日本語をたくさん使っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。さて、突然ですが、皆さんは雨の日好きですか？それともちょっと憂鬱な気分になりますか？私は正直、雨の日はあんまり得意じゃないんですけど、今日は梅雨と雨の日の過ごし方についてたっぷりお話ししたいと思います。それでは始めましょう。まず、日本の梅雨について少しお話ししますね。梅雨というのは、だいたい6月から7月頃に雨がたくさん降る時期のことです。毎日ジメジメします。ジメジメするとは、湿度が高くて、ちょっと嫌な感じがすることです。洗濯もなかなか乾かないし、過ごしづらいので、正直この時期があんまり好きじゃない人も多いと思います。実は私、北海道出身なんですが、北海道には梅雨がないんです。本当にって驚かれることが多いんですけど、本当なんです。だから私が東京の学校に進学して初めての梅雨を経験したとき、何これ毎日雨じゃんってびっくりしました。髪型も決まらないし、びしょ濡れになるし、最初はかなり苦労しました。だから私、雨の日を乗り切るためのアイテムがずっと欲しかったんです。ここでちょっと聞いてほしい話があります。3年ぐらい前からこの季節になったら、レインブーツ欲しいなーってずっと思っていたんです。でも、買おうかどうしようか何年も迷っていて、迷っているうちにいつも梅雨が終わっちゃうんですよね。それで今年、梅雨がちょっと長く続くというニュースを見て、よし、じゃあ今年こそはしっかり準備しようと思って、レインブーツ買いました。でも問題は、全然雨が降らないんです。毎日晴れてる。私雨女なのに、雨女というのは、私が行くところにはいつも雨が降るっていうジンクスのことです。反対に行くところがいつも晴れている人のことは晴れ女と言います。男性の場合は雨男、晴れ男と言います。それなのに、せっかく買ったレインブーツ、一回も履けていなくて、なんだか少し損した気分です。早く雨降ってくれないかなーって思う日が来るとは思いませんでした。皆さんもこういう準備したのに使わなかったという経験ありませんか？さて、ここからが今日のメインテーマ、雨の日の過ごし方です。雨の日ってなんとなく気分が下がりがちですよね。でも、工夫次第で結構楽しく過ごせるんです。私がよくやっていることを5つ紹介しますね。1つ目、家で映画やドラマを見る。私はリアル恋愛バラエティが大好きなので、ネットフリックスなので見ることが多いです。
外に出られない分、逆に集中して一気見できるのが、雨の日ならではの楽しみかなと思っています。二つ目は、セルフネイルをする。趣味でセルフネイルをしているんですけど、雨の日はどうせ何もできないしと開き直って、いつもよりちょっと時間がかかるデザインに挑戦したりします。細かいデザインだと1時間以上、2時間ぐらいかかることもあるんですけど、雨の日ならそれくらいの時間を気にせず使えるんですよね。で、3つ目。読書をする。雨の音を BGM にして本を読むのってなんか良くないですか？私は普段から推理小説やホラー小説を読むことが多いです。雨の音を聞きながら読むと、なんだか物語の世界に入りやすい気がするんです。特にホラー小説なんかは雨の音のおかげでもっと怖く感じます。4つ目、スマホの中に撮ったまま放置している写真とか動画結構ありませんか？雨の日は、よし、今日こそ整理しようと思って過去の写真を見返しながらいらないもの消したり、アルバムを作ったりします。懐かしい写真が出てきて、結局手が止まっちゃうこともよくあるんですね。5番目、ゲームをする。正直に言うと、私が雨の日に一番やってることはこれです。でも、この話をし始めると本当に長くなってしまうので、今日は実はゲームが一番なんですということだけお伝えして、また今度じっくりお話しさせてください。すごく話したいことがあるので、ぜひ聞いてくださいね。さて、最後に今日出てきた表現を少しおさらいしましょう。教科書にはあまり載っていない日常でよく使う言い方です。ジメジメする、温度が高くてちょっと嫌な感じ。梅雨の時期によく使います。損した気分。期待したことが実現しなくて、なんだか残念な気持ちになること。雨女、晴れ女。行く先の天気を左右すると言われるジンクスのこと。男性なら雨男、晴れ男ということができます。開き直る。もうしょうがないって割り切って逆に前向きな行動に変えること。こういう表現、ぜひ会話の中でも使ってみてくださいね。さて、ここで質問です。皆さんは雨の日、何をして過ごしますか？私はこうしてるよっていうのがあれば、ぜひコメントで教えてくださいね。楽しみにしています。では今日はここまでです。今日は梅雨と雨の話でしたが、次は私が本当にハマっているゲームの話をたっぷりしようと思っています。今日の動画が良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録といいね、そしてベルマークの通知ボタンを押してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。